にちは、シェイどうも、山桃です。本日はですね、ダイエットトーク。前にね、Vlog の動画でちょろっと言ってたと思うねんけど、私、パーソナルジムに通い始めたので、その話も入れつつ、ダイエットの近況報告会でもしていこうかなと思います。雑談動画やねんけど、洗濯物がバカほど溜まっとるから、ちょっと洗濯物畳みながら喋るわ。まず、パーソナルトレーニングからいこうかな。最近、通い始めて、まずみんな気になってるであろう、お値段の話からいこうか。やっぱお金回りみんな気になるやん。私、週2ぐらいで通ってて、回数的に言うと、18回ぐらいで、入会金込みの24万ぐらいでした。高えー、マジ高えー、こんなことにお金使ったら初めて、脱毛の次に高い買い物みたいなもん。20万プラス入会金4万円ぐらいやったかな。これはね、調べたらもうちょっと安いところとか、もうちょっと高くなるところとかあったり、カウンセリング行ってその日に契約したら入会金いらないですみたいなとことかもあったりするから、自分に合ったジムは探してほしいです。私さ、どんな感じでジム探したかっていうと、がっつり女性のスタッフさんみたいな。やっぱ男性スタッフさんもおるらしいけど、こう必死こいてる顔男性とかで見られるの嫌じゃない？やっぱ体触られたら、ってなっちゃうから。あとは、通いやすいところがいいなと思って、その辺もろもろで今通ってるとこになったんやけど、どこに通ってるかっていうのは、まだちょっと通ってる最中やから伏せさせてくれ。すまんな、そこはな。まずはカウンセリング行ったね。カウンセリングは無料やから、カウンセリング行って、どんな感じでやってるんやろうとかを聞いて、それでここに入会しようと決めたわけですね。だからみんなマジでカウンセリングとかはね、絶対に行った方がいいね。口コミとかめっちゃ調べたりとかね、そういうのはした方がいいですね。というわけで通い始めて、今週に2回ぐらい、1時間から1時間半ぐらいのやつをやってるんやけど、やっぱね、自分じゃ知らん自分の癖ってあるわけよ。体の癖。私さ、本当に二の腕がすごい肉付きなんよね。実はね、ちょっと痩せたんやけど、わかる？腕とか。あんまわからんか、あんま変わらんか。前もうちょっとね、ぽちゃぽちゃやったんよ。で、私ね、二の腕太いのはほんま中学生ぐらいからかな。ずっと人よりも、あれなんか腕太いなって思ってたんやけど、その時ね、体重そんな重たくなかったよね。身長あるのに。だから自分は、痩せてる方かなって思っとって、あんまりダイエットとか、そういうのも意識したことがないまんま、ずるずると大人になっていき、アラサーなんで私、マジで痩せにくくなったんよ。もうね、20歳超えると一気に体がね、おばさん化してくるわけですよね。それは自分もほんまに痛感していて、自分おばさんになったなってすごいいろんなところで感じるんやけど、もうやっぱ体が動かんくなってきた。そしてほんまに痩せにくくなってきた。これはいかんと思って、もうお金を使って人の手を頼ろうと思ってパーソナルトレーニングに通い始めたんですけれども、いやー、ほんとね、すごいわ。やっぱプロの人たち、知識がすげえわ。私腕が痩せにくかった理由としては、まず、肩甲骨とかが硬いらしくって、そこをほぐしてあげて、痩せやすい体にしていきましょうみたいな感じだよね。だから腕が細くなりたいから、じゃあ腕の筋トレしたらいいんかってわけじゃなくって、まずは肩甲骨、肩とかを動きやすくしてあげてから、二の腕のトレーニングとかを最近してるんやけど、そういうのも、パーソナルトレーニング通ってなかったら知らんかった知識やから、強く痩せる方法っていうのを教えてくれるなと思ってめちゃめちゃいいです。自分で筋トレしてたら楽な方に逃げちゃうところをビシッと叩いてくれるわけですよ。物理的に叩くんじゃないで、精神面の話ね。精神面でこうビシッと飴とムチみたいな感じで使い分けてやってくれるから、すごいね、自分的にも頑張ろうって思うし、逃げちゃダメだこれはエヴァンゲリオンか。私ね、足とかは前ももの筋肉を使いがちらしくって、太ももの後ろの部分の筋肉がマジで使えてないみたいな。だからよくあるこのダンベルみたいなのあるやん、でっかいやつ。あれとかね、こうやってよいしょ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 って感じでやってんねんけど、いやーきついっす。本当にきついっす。いろんなところが悲鳴上げるし、運動し終わった後足ガックガク。もう私ね、こんな感じで帰ってるもん。生まれたての子鹿よ。さすがに盛りすぎ。でも足ガクガクしながらほんまに帰るぐらい、すっごい全身を使う。私はですね、ずっと文化部だったので、運動という運動をもう体育の授業ぐらいしかやってこうへんかったよね。だから、運動してない歴どれぐらいになる？もう、私小5ぐらいまではテニスやっとってん。小6からやわ、ほんなら運動してないの。
やばい。運動してない歴15年ぐらい。運動してない歴15年は割とやばくない？それは割とやばい気がする。あ、待って。フラダンス習っとったわ。フラダンスを運動と言っていいならば、やってた。いつまで私フラダンスやっとったよ。中学生ぐらいはね、吹奏楽部が忙しくなったからやらんくなったんよ。だからまあ中1、中2ぐらいかな。やったらまあ運動してない歴13年ぐらいかな。それにしてもやばいですね。運動してないっていうのが蓄積されてきた27歳。あらさ。まあ、だから、無理やりにでも運動させられる。もうこれまずメリットよね。自分じゃなかなかこうサボっちゃう、逃げちゃうってところをビシッとしてくれる、そこがいいところですね。そして2つ目はですね、知識が増える。知識増えるし、自分が効率よく痩せれる方法みたいなのを教えてくれる。私の場合は特に引きこもりニートみたいな感じなので、家の中でデスクワークしてるやん。こうパソコンカタカタしとるやんか。だからね、膝のさ、裏がすごい痛いの、やっぱ。筋トレとかした時に。だからね、教えてもらったデスクワーク多い子たちはこれこれもまずいいんやって。まあ、硬いけどさ、私、もうこれ、足のネイルハゲハゲ。やばい、これちょっと見といて。言ったら見るよな、絶対みんなな。あんまり見といて。これをやって、こことか伸ばすといいらしいわ。これやった時に、後ろに体重乗せると、なんかこの辺が伸びるんやけど、じゃなくて前に体重を乗せて、やるといいらしいよ。これね、お風呂上がりとか、もう気づいたらやるようにしてる。マジでね、私、膝裏が痛すぎて、一日中座っとるし、もうね、ちゃんと動いてあげないと。てか、ストレッチせんと、体がバキバキになると思って。若い時はね、別にいいかもしらん。でも私もう若くないから、もう体はババアなんよ。気持ちは若い。気持ちは若い。それもどないって話やねんけど、気持ちはいつまでもセブンティーンみたいな。まあ、とりあえずジム通ってみて、いろいろ試そうかなって思ってるねん。ちょっとこういうところにお金使っていこうかなって思ってるから、次はちょっとね、ホットヨガとか、なんかヨガも興味あるからヨガも行ってみたいなって思ってんねんけど、よくあれさ、月額で通い放題みたいなジムは、行かんくなるなと思って、社会人やってたこともあって、通おうかなって思ったこともあったんよ。で、体験も2回ぐらい行ったことがあるんやけど、これ待てよと。友達と行こうとしとってんけど、いや、そら最初は多分通うわ。でも通うかと思って結局通わんかったんよね。もう意志が強い子たちはさ、通ったらええと思う。月額の通い放題とかのやつで自分でこう頑張って筋トレするとかはいいかもしれへんけど、私みたいな意志が弱々人間すぐなんか逃げちゃうのよね。私ももうちょっとこんなん無理、しんどいよ、辛いよってなったら逃げちゃうから、なんかそういう自分の甘いところにも本当になんか最近嫌気がさしてなんか自己嫌悪になっとった時があったよ。もう何この自分、ほんまに嫌やねんけどこんな自分と思って、ちょっとかっこいい人になりたいなって私も思ったから、そんな弱い自分に打ち勝つ第一歩かなと思って、とりあえずこれをやりきろうと思って週に2回通って、もうヒーヒーハーハー言いながら、ほんまに行きたくないねん。もうね、しんどい、痛いもん至るところが。でもやっぱりなんかすっきりするし、汗流して行ってよかったなって後々は思うから、頑張って奮い立たせていってる。でもだからこれを乗り越えたらさ、なんか痩せたか痩せてないかはまあ別にして、うるせえなバイク、ちゃんとやりきったなっていう私の中の実績は残るやん。食事制限みたいなのもあって、間食はやめてくださいとか、飲み物もほんまもう水とかお茶とか炭酸水だけにしましょうとか。まあお酒はね変わらず禁酒しとるからさ、まあまあ頑張って継続してるんやけど、幸いにも私水好きやからさ、飲み物そこはね唯一耐えれてるかな。カフェラテとかも、まあ、砂糖が入ってないやつやったら飲んでもいいですよみたいな。その代わりカフェイン入ってるから、カフェイン入ってるやつはその分水プラスアルファで飲みましょうって感じでやってて、で水の量とかも自分に適した量をなんか教えてくれたりするんやけど、私はまあ 1.9 リットルがいいかなって言われてんねんけど、まあ2リットルでも問題ないんでって言われて、私はもうだからねこの2リットルペットボトルを1日1本飲んでます。でトレーニングある日は汗が出るからプラス 500ml 飲みましょうってなって、トレーニングの日は 2.5 リットル飲んでます。そのやってるトレーニングの内容はトレーナーさんに任せてるから結構メニューとかも変えてくれるんやけど、まずやっぱストレッチするかな。腹式呼吸とかからやるんよ。その腹式呼吸のやり方とかもね結構きつい。もう腹式呼吸意識してやるだけで汗が出てくるのよ。まずそういうところからやって、ストレッチやって、ほんでまあやっぱ二の腕をね私一番気にしてるから、そこの部分を重点的にちょっとトレーニングして、なんか寝転んでこう下ろす、こういうのやってるでこういうのもさ、ただた
ただ上げ下げしたらいいんじゃなくって、こうね、胸をやっぱこう突き上げて肩甲骨を締めて上げると効果的とか、ついついこう脇が閉じてくるのよ、しんどくなったら。こう脇を閉じてっちゃうと上の方に効くとかなんかあるらしくって、こっち側に筋肉がつくと引き締まるっていうよりも力こぶができちゃうんやって。だからこっちの振り袖っていうの、こっちの部分を痩せれるように。お前肉取れろこれ。でもね、マシになったんよ。これもっとひどかったよ。でも見て、やばい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 。でも今さらしておくことによってビフォーアフターがわかるから、これもう全世界にさらしちゃう。ダイエットに関してめちゃめちゃいただく質問なんやけど、間食どうしてますか問題。これ間食はもうほんまに今回は結構意志が固くって、いやマジで痩せたいと思ってほんに食べてないんよ。間食マジでよう頑張ってんな自分って褒めたたえるわ。頑張ってます。チョコレートとかも食べるときはカカオ 75% とかのチョコレート食べる。どうしても食べたくなったら裏の成分表見てカカオマスとかが最初に来てるやつ選んだ方がいいね。あっこにやっぱねなんか砂糖とかが前に来てるとちょっとよろしくないですね。でもほんまにダイエット始めてからはそのカカオ 75% とかのチョコレートでさえも食べてないな。なんか果物を結構食べてる。果物も1日食べていい量みたいなのも決まってて、それの範囲内で食べてるから割とね間食したい欲はフルーツで抑えてます。あとは素焼きのナッツかな。素焼きのナッツとか当たり目とか、当たり目すごい噛み応えあるやん。カジカジしてられるやん。かじればかじるほど旨味が出てくるって感じやから、その辺とかを食べたりするかな。いやでも最近はほんまに食べてないの。あとは甘い飲み物飲みたくなったらプロテインとか、あとはほんまにもう砂糖入ってないカフェラテとかもたまに飲むぐらい。でもこれも週に1回飲めば多い方ぐらいの割合かな。あとチートデイは最近作ってますかみたいな。マジでチートデイも最近は作ってない。割とね結構がっつり食事は制限してる。制限っていうか健康的な食生活を意識しとってバランスの取れた、そのバランス取れた食生活とかも教えてもらうんやけど、主食と副菜と主菜と乳製品と果物、これを1日の中でこれぐらい取れたらいいですよねみたいなのを教えてもらって、その範囲内で食べてるって感じかな。体重的にそこまで激変したってわけじゃないんよ。前にね太ったって言ってた時は55キロぐらいで、その後 53.8 とか9ぐらいかな。ギリ53キロ台に乗るぐらいまで体重が変わって、ほんで今は52キロ後半ぐらいになってます。筋肉量もちょこちょこ増えてるんよ。なんかデータとかで見せてもらうんやけど、体重緩やかに下がってってるって感じです。でもそんなねストレスもめちゃめちゃあるってわけじゃないかな。食べたいなーって思うこともあるけど、それ以上に今自分の気持ち的に痩せたいの方が勝ってるから、なんかそれで食欲を抑えられてる。前にね生理前はマジでやばかった。キャベツむさぼり食ってたもん。いやーマジで頑張って乗り越えた。やっぱ運動してなかったから体力が本当になくって、特に YouTube 一本になってからというもののもう3年前ぐらいかな。もう本当に運動せんかなったんよ。私引きこもり体質やから、編集してる時はもうね座りっぱやん。言ったらデスクワークみたいな感じでね、環境的には。趣味は漫画読んだりゲームしたりすることやから、それも言ったらもう座りっぱとか寝転びっぱなしやん。動かん豚。体力が本当になかったんやけど、最初は8回を2セットとかやったやつは今は10回3セットとかできるようになってる。体力もついてきてるから、それがめちゃめちゃ嬉しい。体力ないとさ疲れやすくない？ほんまに自粛期間が始まってからなんか自分めっちゃ疲れやすくなったっていうのもすごい嫌やって、なんかそれでさ動画上げられへんのもすっごいもうなんか罪悪感っていうか、自分で自分に腹立つし、みんなに心配かけちゃうのもほんまにもうだったいって感じだったから、それでね体力もつけたいなっていう気持ちもあったので、体力もついてきててすごい嬉しいなって思ってます。私はねパーソナルトレーニング通い始めてっていうか、今回そのダイエットほんまにしようと思って決意してからは割と物事なんかプラスにいってるかなって思ってる。あとはダイエットのモチベーションの話を最後にして終わろうかなと思います。ダイエットのモチベーションどうやって保ってますかっていう質問もやっぱり多いので、みんなどうやってモチベーションって保ってる？よかったらコメントで教えて。
私割と今回ダイエットやる気になってるからモチベ保ってるっていうのもあるんやけど、やっぱ自分が実際に誕生日を迎え27歳になってみて、あ、27かって思い始めたわけよ。27歳って結婚して子供がおる年やったんよ。自分のビジョンの中ではね。でも27になって特定の男性もいなくて、27歳で自分の身なりにちゃんと気を使えてなかったらどこ好きになってもらえるかなってちょっと思ったんよ。性格で勝負するにも、いやもっといい人いっぱいおるしとか思うと、いや待てよ、私どうやって勝負したらええんやと、素敵な人に見つけてもらえるって思ったんよね。だからそれは結構でかいかも。だからこそちゃんと綺麗でいたいなと思いまして、変に焦りを感じてしまったところもあるんやけど、やはり痩せにくくなるっていうこれです。ダイエットしてる子たち、私よりまだまだ若い子たちがいっぱいかもしれん。でも私はもうね、27なんです。痩せにくくなっているんですよ。もうね、危機感、ここに迫ってるから、やるしかない状況みたいな。あとはやっぱですね、いつか迎えに来てくれるかもしれない墓場になったおじさま。思いましたので、そんな感じでモチベ高めてるかな。あとでもね、私割とモチベになってんのは、たまーにコメント欄で来るデブかな。まあ、そんなこうへんのよ、ありがたいことに。でも、やっぱりそれ言われると、あ、そうやんな、デブやんなと思って、ダイエットもっと頑張ろうって思うわけよ。YouTuber ならではというか、声が届きやすいところにいる人ならではのモチベの上げ方かな。まあやっぱりモチベ低くなる瞬間もあるんよね。そういう時割と私少女漫画読むようにしてるかも。キュンキュンして女性ホルモンを分泌させようとして、あーこんなときめく恋したいな、あ、じゃあ恋したいんやったら綺麗になりたいなみたいな、そんな感じでやってるかもしれん。あとは推し見る。推し見て妄想の中でやっぱ付き合うやん、推しと。もう付き合うか知らへんねんけど、2次元の中に生まれ落ちたとして推しと付き合ったらみたいな妄想をしてモチベ上げます。そんな感じかな。まだまだ洗濯物残っとるわ。喋りに夢中になりすぎてさ、手があんまり動いてなかった。あ、ちなみに食事どんな感じの食事してるっていうのは、もうほんまにお米となんか副菜2品ぐらい、ひじきときんぴらごぼうと、あと魚とか、あとちょっと鶏胸肉とか、そういうのをやってます。もう小麦系はほんまにたまに食べるぐらい。肉まんとかはたまに食べてるかな。もうそれぐらいです。どうやろう、見た目はどう、痩せたかな。ちなみにこのトップス去年とかで自由で買ってるやつかな。だからね、今は手に入らんやつやねんけど、このね、丈がちょっと細く見えるっていうのはあるかもしらへんねんけど、ちょっとでも痩せたくない？腕痩せたねん。私さ、ここも結構肉ついてたんやけど、これがね結構変わった。こうしてたりすると、ここわかる？ここピーって線入んの。ここいらん肉やなーって思うわけよ。もっとこうあれと思っとったんやけど、これ前もっとひどかったんやけどマシになりました。みんな痩せたなーって思ったら、痩せたねーってコメントしてください。というわけで、無理なくダイエット共に頑張りましょう。今日見ていただきありがとうございました。みんなも本当にね、ストレスない範囲でやりましょう。過度なダイエットはやめましょう。もうストレスになっちゃって逆に暴飲暴食になっちまうっていうのが一番良くないので、程よく自分のペースでやっていこうね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。